はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのダーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご心配おかけしてすいませんでした。そしてたくさんのコメントありがとうございました。今すっかり良くなっていますので、今回は、2月ちょっと遅くなってしまったんですけど、2月の18日までの流れ、全体の流れや人間関係やお仕事のことを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一緒に見てみましょう。いきます。女教皇逆、カップ8逆、ワールド、ジャスティス、ペンタクスの6の逆、そしてソードナイトですね。ワンドページ逆、気をつけること対策がペンタクスの8の逆とペンタクス5の逆とオラクルは太陽の逆です。ててててててって感じで、はい、そうですね。ちょっとお伝えしたいことがたくさんあるんですけど、獅子座の皆さんにとってはこの2月12日、満月なんですけど、この満月獅子座で起こる満月なんですよね。ですから非常に何か自分のエネルギーっていうものをが高まってる、ある意味高まってるんですよね。でもすごくいろんなことを感じるんじゃないかなって思います。まずは2月の4日以降、金星がお羊座に入ることによって、獅子座の皆さんは自分が持ち合わせている自分の専門性というものを披露する機会があるというか、自分の専門性がもっと高まっている、自分の精神性も高まるし、何か集中したいこととか取り組みたいことっていうものがすごく高まっていい時なんですね。でなおかつ木星ももう、2月4日から巡行に戻ったので、獅子座の皆さんにとっては誰かとの関係性において非常に鍛えられた過去があり、その関係性の中で学んだことをより多くの人との関係の中に生かしていくっていう流れがあるんですね。でそれが順調にここから流れ始めますよっていうのがあるので、これちょっと2月18日の話よりもまた広い話になっちゃうんですけど、とにかく今年の前半ぐらいまでは恐れずに、おじけづかずに、いろんなところに顔を出したり自分を表現したり、人との関係でものを人との関係の中で感じられる、体験できる豊かさっていうものをぜひ体験してもらいたいんですね。自分は苦手だと思っていたとしてもです。そこに恩恵があるからです。それを経験することによってとてもいいことを発見できたり、自分を見つめられたりっていうのが、いい自分を見つめられたりっていうのがあるので、そういうのしてほしいなと思うんですよね。その大きな流れの中で、なおかつこの2月の18日までっていうのはちょうどその対人関係というのが非常に際立っているんです。他者との関係というのが非常に際立っているんですね。どう出てるのかなと思うんですけど、なんとなく好き嫌いがはっきりしそうな気がするんです。とても好きな人とか、この人と関わりたいと思うならその人と関わりっていうのが非常に濃くなったりもすれば、なんか解決したいなっていう問題がある方にとっては、その問題っていうのが非常に浮き彫りになって、見なきゃいけない、見つめなきゃいけない、直視しなければいけないみたいなこともあったりするかもしれないんですけど、全体を通して思うのは、ただ今起きてるこの出来事っていうのはちょっと獅子座の皆さんにとっては苦手なことなんじゃないかなって感じがするんですね。特に2月12日の満月っていうのは非常に自分というものも自覚させられるんですけど、他者からの刺激が非常に強いんですよね。でおそらく獅子座の皆さんこの流れの中で自分もっと良くなっていきたいとか、もちろん目標を持ったりとか夢を持ったりされてる方も多いと思うんですけど、その夢に対しての刺激が結構来る時なんですよね、この2月12日って。例えば他者のあの人はあんなにうまくいってるとか、あの人はこんな風にチャンスをつかんでああなったみたいなのを聞いて、あれ私なんかつかめてないかもとか、私ももっと本当はうまくいくはずなのにうまくいってないとか、そういった焦りのような刺激、他者からの刺激が来るんですよね。そういう刺激っていうのは非常にプラスなんですけれども、ただちょっと思うのは、この2月18日までっていうのは若干自分が無理してやってることとか、ちょっと苦手なんだけどやらされてることとか、なんか携わってることっていうものがあるんじゃないかなっていう気がする。そこに向き合わされている方が多いんじゃないかなっていう感じがするんですね。でもそれが結局この後ね、この後も今年前半ずっと生かされていく、他者との中でいくらでもやりこなせる自分というものを学んでる時なんですよっていうことなんですよね。
それが星の流れです。それを踏まえた上でのカードで見た時にやっぱりなんかもっといいやり方があるんじゃないかっていうような感じがしてるんじゃないかと思うんですよね。ここで女教皇の逆が出ていて、自分はこっちのやり方でやってるけどもしかしてこっちのやり方の方がいいのとか、なんか方向転換しなきゃいけないんじゃないかなとか、正解を探し続けてるって感じがするんです。これはどの道行っても大丈夫なので、正解だけを追い求めなくても大丈夫です。ただ思考の中では本当はもっとこっちのやり方の方がいいんじゃないかとか、自分はなんか間違ってるんじゃないかっていうことを考えやすいじゃないかと思います。で、なぜそう考えるかっていうのは、すでに今目の前に何かしらのチャンスが来てるからなんですよね。やっぱりオラクルでも太陽ですし、逆位置であったとしても太陽ですし、過去のところにやっぱりワールドのカードも出ているので、何かいい風を感じているとか、これだみたいな、これがこうなってああなってうまくいったらこうなるんだみたいな、そういった自分の理想とする世界だったりとか、そういったものがなんかあるんじゃないかと思う。近くにだからこそ、それをうまくこなすにはどうしたらいいんだ、この策がいいのかっていう戦略を立てたくなっているのかもしれません。でも今とてもうまくやってますよっていうふうに言われてるんですね。うまくやってます。バランスとって、自分ではできてないと思っても、いやその状況では十分やってますみたいな感じです。全てを 100% 自分が納得する状態っていうのはなかなか難しいんですけど、カードからのメッセージとしては、たとえ自分のエゴができてないって思ったり、自分を批判していたり、もっとこうしなくちゃいけないんじゃないかとか、こういう人間にならなきゃいけないんじゃないかと思ったとしても、今この瞬間はパーフェクトに皆さんはうまくやってますよって言われてるんですね。なので気にしないでください。そしてその後にですね、ペンタックスの6の逆が出ているので、なんか自分がうまくできてるかどうかわからないという感覚の中にいるからこそ、過剰にやろうとしてしまうっていうのがあるので、そこを注意してください。例えば今ちょっと苦手なんだけど、地域のなんか自治会の関係になんか係になっちゃったとか、なんか例えば子ども関係の学校のなんか PTA 役員になっちゃったとか、そういうちょっと関わり全くないわけじゃないんだけど、関わらなくてもよかったような環境の中に自分が身を置くことになったとしますね。そうした時に、私ちゃんとできてないかもしれないっていう思いから、じゃあそれ私やりますとか、無理に過剰にサービスをしようとしてしまうみたいな感じがあって、それはそれで周りの人には喜ばれるんですけれども、支持者の皆さんが疲弊しませんかみたいな感じがしました。だから認められるために無理して頑張りたくなるっていう感じがするんですが、そこまで自分を安売りしなくても大丈夫だよって感じです。そしてその後、忙しくなるんですね。これはおそらくですが、やっぱり12日ぐらいっていうのは非常に忙しいんじゃないかと思いますよ。エネルギー的にもピークだし、ビリビリくるので、もっと頑張らなくちゃみたいな、走らなくちゃみたいな感じがあるとします。もうやると言った限りはやらなくちゃみたいな感じかもしれませんね。実際逆を言えば、それだけ情熱をかけて何かを頑張れるとかやるっていうのは素晴らしいことです。それに携われてること自体が素晴らしいので、結果ができてるできてないっていうのはちょっと置いといたとしてですね、そこはあまり自分で厳しくしないで、自分が頑張れているこの事実っていうものに目を向けて自分を褒めてあげてほしいんですね。じゃないと、なんだかここでもめっちゃ頑張ってるんですけどね、ペンタクス8でコツコツやりますみたいな感じで頑張ってるんですけど、自分で自分を認めていないって感じがあるんです。こんなにやってるのに私はできていないとかね、なんかさっき言ったこのやり方で合ってるのかとか、この方法でいいのか、この道でいいのかみたいなことを自分でずっと疑いながらやってるって感じがするので、ある意味正解なんですよ。この疑いながらやってることは正解なんですけど、さっき最初に言った星で見た時にはちょっと苦手なことをやらされてるんじゃないかなって感じがするので、その中で感じることや引き伸ばされたことや努力した限界を超えるとかね、なんかそういったことのこの経験が結果としてはこれから関わるであろう人たちや団体ややっていく自分の未来に対してつながっていくことなので、決して無駄じゃないんです。でも今この一点だけを見つめると、なんか自分のことを全然できてないと思ってそうだなと思ったので、ぜひ一つずつ、今日も頑張れた、今日もこんなに頑張れたみたいな
なんなら頑張ってなくても今日も普通に過ごせたらよかったみたいなね、健康で過ごせただけでもいいし、本当息できただけでもいいし、目が開いてるだけでもいいぐらいの感覚でご自身を見つめていってください。見つめるというよりも納得させていってください。今日も頑張りました、はい、合格、ハンコみたいな感じ。それがいいような気がします。なぜならば今のこの現実をできてるとかできてないとか辛いとかって思うのは自分の本当に主観の頭で判断してるものだけであり、トータル的に見たら今与えられているエネルギー、経験していること、生きていること全ては本当に素晴らしい価値なんですよっていうふうに言われてると思ったんですよね。自分でまだ自覚できてないから逆位置になってるという形です。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のことを見てみます。仕事、はい、カップ3ですね。ソードの7、カップのページですね。これは仕事っていうので見てこれらのカードが出てくるっていうのは仕事は全然やってるでしょうし、うまく職場の人と関わってるなって感じがします。なので仕事内容とかそういう感じで出てなくて、仕事を通して関わる人との関係はいいよみたいな感じだけど、何か獅子座の皆さんっていうのは計画していてちょっとそれが引っかかってる感じがするんですよね。その人に対して例えば今与えられてる仕事をちゃんとこなしてますけど、でも実は自分は違うことを考えているので、それがバレるとちょっと後ろめたいみたいな、そんな感じかもしれない。ちょっと後で補足します。先に人間関係見ます。仕事を通しても人間関係のことが出ているのでね。ペンタクスの3ですね。ペンタクス2、バンド2ということで、人間関係は良好です。良好、なんかこう仕事、なんかちょっと今回仕事と人間関係がごっちゃになって一緒になってる感じがするんですけれども、一緒に学んでる人たちや一緒に何か携わって何かやってるメンバーっていうのは、メンバー同士はとてもいいチームだなって感じがしてて、人間関係とてもいいです。でコミュニケーションもいいんですけれども、なんとなく全体でこなせてしまう、人間関係うまくこなせてしまう時期だからこそ、もう切ってもいい人ともつながっちゃってるのかなって感じがします。それはどっちでもいいんです。なんかね、獅子座の皆さんの中でもこの人との関係もいいんだけどなって思いながら続けてる人がいるのかなって感じがして、どうしようかなって言いながら続いちゃってる感じなんですよね。これでもどっちでもいいんです本当に。なんか向こうから連絡が来たら答えてもいいしっていうような感じもありますし、害がないって感じなので、あまりそのことに労力を注がないようにしてください。なんか余計なことっていうかどうでもいいことをエンドレスに考えてしまいそうなので、別に人間関係悪くないわけですから、またなんか連絡が来たら返せばいいかぐらいの感覚で置いとくぐらいがいいんじゃないでしょうか。もう一つ補佐カードで出したのがエンペラーというカードなんですけど、これは自分自身をしっかり保ってくださいねっていう感じなんです。自分に価値があるわけだから他人の顔色を伺う必要はないんですよね。でもちょっとだけこう自分に自信がなかったり、自分が役に立つ人間であろうとするがゆえに無理して自分の労力を使ってる感じがあったので、人間関係というものだけで見たら全然悪い時じゃないし、むしろもうすでに鍛えられてるからいくらでもできるわけなので、どうしようかなって思う人に関しては保留でもいいし、向こうから連絡があったら連絡してもいいぐらいの感じでいいだと思います。そう恋愛をね見てなかったんですよね。恋愛動画撮れるかなっていうのがちょっとわからないんですけど、これ恋愛で見てもどうしようかなって感じなのかもしれませんね。相手の顔色を伺いすぎてる。例えば相手がこう思ってるならいいけどみたいな感じでね、自分主体でいてください。ぜひこの時期は恋愛にしても普通の人間関係にしても自分主体でこうしたいからこうする、私がこうしたいからこうするぐらいの感じでいいっていうことです。あんまり気を使いすぎずに。でなんだかね 2のカードがねここで3枚出てるわけなんですよね。2のカードっていうのは
どっちにしようかなみたいな感じがあるので、例えばそのさっき言った人間関係に関してももうやめようかなとかどうしようかなっていう思いあるかと思うんですが、あんまりどっちでもいい感じがあるんです。そして仕事や今自分が携わっていることに関しても違う道も探しつつだけど、どっちにしても今目の前にあることを体感していくことがとても大事な感じがします。で、仕事に関しては仕事内容っていうものが全然浮き彫りになってきてないんですよね。仕事を通しての関係性や自分の感情というものが今は仕事を通して満たされる時だから、仕事内容がどうとか、これ将来続けてるわけじゃないしなとか、これ一時的な仕事なんだよなって思っても、でもそれはそれでいいんだよと、その中で自分が満足できれば、体感できればそれでいいんですよって言われてる気がしました。やっぱり仕事っていうと稼げるかどうかとか、仕事としてキャリアを積めるかどうかとかっていうのも気になると思うんですけど、今この時期は仕事を通して自分の感情が満たされていれば OK。 そしてもしそこになんか裏切りのような感情が自分の中にあったとしても、それも OK って感じです。はい、ということで最後にもう一枚引いてみましょうか。オラクルが太陽ですからね。どうですかね。これはパーソナルカードというカードが出ました。これを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもぜひご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。何かやっぱり今とても応援されてるんですよね。人間関係とてもいいし、とにかく感じてくださいねと。自分を卑下することなく、あまり自分の労力を安売りしすぎずに、今自分がうまくこなしていることを自分で褒めたたえ、自分の感情を満たしてくださいと。それに対して非常に個人的に応援してくれるガイドがいるかもしれませんねっていうことで言われています。はい、ということでここまでにしておきます。ぜひ皆さん今の豊かな感覚、満たされている感覚、自分が頑張っていることを褒めてお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。